こんにちは、しーよです。今回は、伝説の闘技場の攻略法について解説していきます。伝説の闘技場は非常に敵が強く、どうすればクリアできるかわからない、と感じている方も多いと思います。しかし実は、伝説の闘技場には、クリアするための型が存在します。その型さえ実行できれば、伝説の闘技場は簡単にクリアすることが可能です。私自身も型を知ってからはクリア率が劇的に伸び、報酬の剣闘士マクシムは超越マックスまで育成することができました。今回の動画では、そんな型について余すことなく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速本編に入りましょう。まずはじめに、今回の動画を理解する上で、絶対に押さえておきたい前提知識について説明します。それは、伝説の闘技場におけるゴールについてです。伝説の闘技場におけるゴールとは、デッキをこのような状態にすることです。ご覧の通り、一つのカードが大量にコピーされています。今回の動画では、この大量に増やすカードを、キーカードと呼ぶことにします。このようにキーカードを大量にコピーできれば、あとはキーカードのトリプルを連打するだけで勝てるというわけです。ここで多くの方が、どうやってこんなに増やせるんだと疑問に感じたかもしれませんが、具体的な手順は戦闘の章で解説します。軽く概要を説明すると、伝説の闘技場のデッキには、キールス、ジュジュソナというコピー能力を持つカードが初めから入っており、これらをうまく使うことで、大量にキーカードを増やすことが可能です。そして最も重要なのが、今説明したゴールを、2ステージ目までに達成することです。伝説の闘技場の敵は攻撃力が高く、また後ろのステージほど強くなるので、中盤以降はコピーしている余裕がなくなります。そのため序盤の敵はあえて倒さずに、耐えながらコピーすることが大切です。逆に言えば、最初の2ステージをしのぎ切れば、後の6ステージはウイニングランになります。ここまでが、伝説の闘技場における、ゴールについての話でした。まとめると、最初の2ステージまでに、敵の攻撃に耐えながら、コピーカードを活用して、キーカードを大量に増やす、という内容になります。次はいよいよ、カードの選び方についてです。それでは、カード選びについて解説していきます。まずは、型を実行する上で、絶対に入手しなくてはならないキーカードについてです。前提知識の章で、キーカードを大量に増やすと説明しましたが、適当なカードをキーカードにしてはいけません。伝説の闘技場の敵は体力が高いので、トリプルで攻撃した時に、高いダメージを出せるカードを選ぶ必要があります。この基準でカードを絞り込むと、キーカードは次のようになります。まず、伝説の闘技場、火についてはこちらの5枚です。この中だと、周囲は他よりも火力が低いので、優先度は下がります。ATF 特殊部隊隊員については、ハンドで発動するスキルを使って攻撃する形になります。次に、伝説の闘技場、水はこちらの5枚です。特筆すべきはハンバーとエコで、なんと初めからデッキに入っており、確実に型を実行することができます。伝説の闘技場、水が、最も難易度が低いと言われているのはこのためです。風カーについては特殊な戦法になるので、動画の最後に紹介します。次に伝説の闘技場、木は、こちらの6枚です。これについても、ジュリアンを使ったものは特殊な戦法になるので、動画の最後に紹介します。最後は伝説の闘技場、調和で、こちらの4枚になります。オーディンは墓に入る時のスキルで攻撃をします。ルクソールについては、トリプルでシールドを貼った後、ケンナで攻撃する流れになります。エリザベスはコピーしやすいですが、非属性ダメージを吸収する敵が出ると積むのが難点です。ハットリについては特殊な戦法になる上、説明が長くなるため、申し訳ありませんが今回は省略させていただきます。ここからはキーカード以外のカードについて説明します。伝説の闘技場の敵は攻撃力が非常に高いため、攻撃を2、3発食らっただけで負けてしまいます。そのため、今映している防御系カードは、キーカードの次にマストで取りたいカードになります。これらは私が強いと感じている順に並べていて、特にキモは問答無料で3ターン稼げるため非常に強力です。ラファエルを選べた場合は、鋼鉄強戦士ジーク、ガブリエル、ミカエルも選択肢に入ります。次はコピー系カードについてです。キーカードを効率的にコピーするために、追加のキールスやジュジュソナを取ることがあります。ハットリはキールスやジュジュソナを真似することで、同じ働きをします。そして、コピー系カードの効果を複数回発動させるために、これらの攻撃回数を増やすカードも取ると良いでしょう。ここまでが、カード選びについての話になります。まとめると、優先度が高い順に、キーカード、防御系カード、コピー系カードを選ぶという内容でした。次はいよいよ、実際のコピー手順について解説していきます。それでは、ここからは実践の動画を使いながら、型の手順について説明していきます。今回プレイするのは伝説の闘技場、水で、キーカードはハンバーとエコになります。カード選びでピックしたカードはこちらの6枚です。三蔵法師と ATF 作戦将校は、ハンバーとエコと同じ属性、食用なので選んでいます。
防御系カードが1枚も引けなかったので、正直微妙なピックですが、それでも戦えるところをお見せできればと思います。まず最初にやることは、キールス、ジュジュソナ、ワイルドオスカーのコンボを作ることです。キールスをリーダーにすることで、ジュジュソナもリーダーになり、お互いをコピーします。おまけにワイルドオスカーの効果により、ジュジュソナのスキルが2回働きます。最終的に、デッキにキールスを4枚、墓にジュジュソナを2枚増やせました。このように、コピーカードでコピーカードをコピーすることが、キーカードを大量に増やす上で重要な考え方です。次は、増やしたキールスで、キーカードをコピーします。今回はたまたま、グリンブルスティがいたおかげで4枚コピーすることができましたが、必須ではありません。最後に、残りのキールス3枚で、キールス同士をコピーします。手順2と手順3は逆でも構いません。また、ドローによっては手順3のキールスを1枚、手順2で使うこともあります。ここまでがデッキ1周目の立ち回りです。本体も合計すると、2周目のデッキにキーカードを3枚、キールスを5枚、ジュジュソナを4枚送ることができました。デッキ2周目は、さらにキーカードとキールスを増やしていきます。具体的には、キールス、キーカードのコンボを作ります。ただし、ドローによってはこのコンボを作りづらい時があるので、どうしても無理そうなら、固執しすぎる必要はありません。また、デッキを確認しながら、キールスとキーカードのうち、足りない方をジュジュソナで増やします。もしワイルドオスカーなどがいれば、積極的にコピー枚数を増やしましょう。手札が事故った時に、最悪キールスやキーカードを捨てられるようになるので、手札管理に余裕が出ます。それから、デッキ2周目の時点で、キーカードのトリプルが揃うことがありますが、前提知識の章で述べたように、ステージを進めると敵が強くなるので、まだ攻撃してはいけません。ただし、あまりにも敵の数が多すぎたり、スキルが厄介な場合には、次のステージに進むのも手です。ここまでがデッキ2周目の立ち回りになります。ここからはデッキ3周目です。ここまで来れば、だんだんゴールが見えてきます。デッキ3周目でやることはとても簡単で、ひたすらキールス単体でキーカードを増やします。デッキ2周目と同様、デッキに足りないカードはジュジュソナで増やしましょう。キールスを増やす際は、ジュジュソナも増やしておくことをお勧めします。ここまで来ると、頻繁にキーカードのトリプルが揃うようになってきます。デッキを確認して大量のキーカードが余りそうなら、この辺りからステージを進めてしまっても大丈夫です。ここまでがデッキ3周目の立ち回りになります。そして、デッキが4周目に入った時点で、ゴールにたどり着いています。4周目のデッキには、3周目で増やしたキーカードが大量に入っており、おまけに、ジュジュソナが何枚かデッキにあるので、実際にはさらにキーカードを増やすことができます。あとは、キーカードのトリプルを連打するだけで終了です。ただし、調子に乗ってトリックを使いまくると、万が一キーカードが引けなかった時に負けてしまうので、体力に余裕があるターンは、いらないカードで攻撃してお茶を濁します。また、敵の体力が少ししかない時に、キーカードのトリプルで攻撃するのはもったいないので、こちらもいらないカードを混ぜながら攻撃しましょう。以上が、伝説の闘技場の型における、具体的な手順になります。最後に、本編で解説しきれなかった内容を説明します。まずは、先ほど解説した戦闘についてです。今回の動画で紹介した手順はあくまで一例であり、このやり方にこだわる必要はありません。また、動画ではキーカードのコピーのみ紹介しましたが、敵の攻撃が激しい場合には、一部をクレートのコピーに回すこともあります。トリックについては、通常の闘技場と異なり、序盤から使ってもいいですが、やはり使いすぎには注意が必要です。そして何より、伝説の闘技場は、通常の闘技場よりも運の要素が強いです。カード選びでキーカードを引く必要があるのはもちろん、1ステージ目の敵によっては苦戦を強いられることがあります。一応、キーカードを選べなかった場合には、クレートを増やしながらアリーを育成する戦法や、ハンバーとエコを増やしてシールドを張り、剣ナで攻撃する戦法などがありますが、いずれも厳しい戦いになるでしょう。このような運要素が大きい伝説の闘技場において、ある意味大切な考え方が、完走する必要はないということです。通常の闘技場と異なり、伝説の闘技場には完走報酬がないので、無理にステージを進める必要はありません。むしろ、伝説カードや100ダイヤなどの良い報酬をゲットできたら、リスクを取らずにリタイアするのも一つの手です。次に、カード選びの章で触れた、特殊な戦法についてです。この動画の趣旨である、型とは外れた内容になるので、簡単に概要だけ説明します。まずは伝説の闘技場、水における、ルナとカザカーを使った戦法についてです。この戦法では、キールスでカザカーを4枚コピーした後、ルナを発動して狼で攻撃します。この戦法のポイントは、デッキシャッフルまでに、本体のカザカーを使っておくことです。次に伝説の闘技場、木における、ジュリアンを使った戦法についてです。この戦法は、ジュリアンさえ取れればとても簡単にクリアできるのでおすすめです。まず、ジュリアン、ジュジュソナ、ワイルドオスカーのコンボで、ジュリアンを4枚コピーします。その後、ジュリアンを4枚集めた状態で、トリックを使って敵を攻撃します。この戦法のポイントは3つあります。1つ目は、生命力の高いカードを選ぶこと。2つ目は、ジュリアンの準備ができるまでトリックは使わないこと。3つ目は、体力に余裕があるターンに、いらないカードを捨ててマナを得ることです。以上で伝説の闘技場の解説を終わりにします。このチャンネルではトリプルファンタジーの攻略情報を発信しています。更新は不定期なので、動画を見逃さないよう、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。